とりあえず高さというか傘を出したいケーキなので、上からすごい空気たくさん含ませてあげると2回ぐるっといきます。菜種オイルと卵黄をまず合わせて卵黄生地を作ります。はい、このくらいしかございます。今バレンタインの時期なのでバレンタインシフォンということで、ここはベースの生地を焼きます。そこにチョコチップを入れていきますので、これも2回振るいます。
国産レモンが出回っている冬限定で、レモンシフォンお出ししてます。見たところでね、ご家庭でもチンしていただくとじわって出るので、果汁が出やすくそう柔らかくなるので、こんなに出るので、ぜひぜひレンジチンをちょっとしていただくといいと思います。絞ったものです。上に膨らんだ部分がペシャって落ちてしまうんですね。空気をたくさん含んだケーキなので、このように逆さまにした状態で焼き上がったこんもりとしたものが沈まないようにこのような形でこれ印つけます。
振って焼いたシフォンはいいシフォンになったりして、もう絶対こうしてやろうっていう時はやっぱりダメだったみたいな、多分シフォンの神様が見てくださってるのかな。なんか日々修行してます。自然体でうまくやってやろうって思うと、やっぱりシフォンの神様にガツンと頭を叩かれるので、手をてらわずに、あとなんかシフォンはどうしてほしいのかなってなんか考えてる方は、なんかやっぱりいいものを焼けるなって思いますね。紅茶ミルクティー、ロイヤルミルクティー。教室もされてるんですよね。教室してます。はい。長い方だと何年、10年近くとかいらしてくださって、シフォンブームでシフォン作りたいって方多いんですけども、シフォンすごく奥が深くて工程は簡単なんですけども、もう一回もう一回っていう、今度こそっていうチャレンジ精神が皆さん旺盛みたいで、すっごい頑張ってます。エネルギーにいつも圧倒されてます。うちでシフォン、習得されてお店出されたって方も本当に全国各地ですごいいらっしゃいます。もともと主婦で何の経験もない中でお店を始めちゃったので、そこにすごい共感してくださる方がいらして、葵さんができるんなら私もってなんか思われるみたいです。コーヒーとお土産にね、喜ばれる、好きなんですよ、持っていく人が。楽しみにしてるから月に1遍ぐらいそうなんですね。はい、いつもありがとうございます。とんでもない。入れていい？はい、どうぞ。本当に美味しいんだって。ここのショーンケーキはケーキの通の人が絶賛してたって言ってました。ありがとうございます。ありがとうございます。失礼します。失礼しました。
どうも。いい感じです。おかしなって。下まで暑いですか？熱いです。ちょっとだけアクセントで入れるレモンの自家製ジャムなんですけど、グラニューです。ちょっと製菓用の線にかけます。バターが溶けて全体が一つになるように。何度ぐらいになったら OK なんですか82度を目指します。なりました。こっちでまずメレンゲを立てて、シロップを今作っています。
こういう感じにとんがらせます。これはそれぐらいの粘度のあるシロップを混ぜたから、生きてるみたいね。いい香り。可愛い子たちって感じですね。いや本当に可愛いです。可愛いですよね。そうそうそうなんです。これは今作ってるのはアールグレーの茶葉がたっぷりのフィナンシェです。このフィナンシェの生地の特徴は発酵バターを使うことですかね。焼き上がりの香りが全然違ってきます。30g ずつ入れていくんですけど、調子がいい時と悪い時、いっぺんに入れる時とバチッて入る時と、気が散ってるとダメです。です。可愛い子たちなんですね。フィナンシェの形って本当は金の延べ棒の型が四角い。そう、この形がすごい気に入ってて。切って落葉樹。発酵バターです。
急に固まった、びっくりしました。すごい可愛い塊になったら出来上がりです。でこれで、1時間ぐらいは寝かせます。パートシュクレです。牛乳が100。固めにしてやります。タルトの下に入っているカスタードのムースです。アーモンドクリームを入れます。カスタードクリームを多めにしたいので、こちらの土台はあんまりたくさんにしない、ジューシーに仕上げようと思います。黙々と作ってるのが今は楽しいですね。うまくやれるかな。
ドが入ったのでそろそろ食べます。ちょっと冷ましますね。接触。あとはね、なんか完成です。ありがとうございます。これあげるから持って帰って。フルーツサンド今日何食分ぐらい作られますか？今日は168。イベントが3箇所あるので3箇所分と店頭分、毎週末には必ず行ってますし、普通にやってください。グラニュー糖とコーンスターチですね。これが湘南育ちっていうところの弥生姫、色がこう真っ赤っていうよりはちょっと
控えめな色なんですけど、甘さはそうすごいあるので。中村さん帰ってきたけど、まだはい、飲もうかなって。20、はい、OK。同様だから違うんだって。あれ、パインそういえば分かる。いっぱい食べたい時はなんかこう大きいやつ買ってみて口に。ごめんなさい。あ、本当ですか。ここに。その辺から。人たちは冷凍に回します。それ冷凍にするにはすごい。おかしいな、何個か忘れてるけど。すごい仲いいですね。仲いいね、いいですよね。さあ、見てみる。どうします？どうします？向きはどっちでもお任せ。はい、出てる。あれ出てましたっけ？何出てる？パンツがナパージュみたいな感じ、ゼリー液のちょっと細かくしたものを塗ってますね。シャル難しいですよね。可愛いですね。乙女心がくすぐられますね。確かに。可愛い。手に貼って持ってく。どっちでもね。
皆さんこういちごとか果物のことをこの子っていうところが大好きでこの子ってうちでも一人で言ってません。あ、この子こんなとこ傷んじゃってとかね。あなたそこにいたのみたいな。ごめんね。茅ヶ崎の農家さんとか、もちろん平塚の農家さんとか、地元の地場野菜結構使ってますね。直接納品に来ていただいたりとか、きゅうり屋さんとかも嬉しいですよ。本当に。ビッグサイズ。それ行きたいと思ってそう思った。湘南拠点に多分してるケーキ屋さんのアシっていうケーキ屋さんでベーカリーをやってる店舗があって、そこの食パンです。すごく耳も柔らかくて美味しいっていう。あそこにあるミックスタルト3つと、はい、できました。はい。はい。みかんも全体にのっける。
んな感じ。あ、いい感じです。かわいい。どうせやるんだったら地域に関わるようなお店がしたいな。まあみんな美味しいけど。今日はこれを求めて。そうです。一回温めて茶葉の粉っぽさをなくしてからマスカルポーネチーズと合わせるようにしてます。いい匂いですね。いいお茶を使ってるのと近くのお茶屋さんのお茶使ってるので。
お芋のペーストとお砂糖を今言ってるもう一個のとこはなんか映えそうですね。手前にないですか？買いに来られたことはあるんですか？あ、何回か姉が来るって言うから珍しいから食べさそうかなと思ってお茶受けにもいいしね。いつも主人とね、ほらいろんな種類あるから半分こしてね食べて一番好きな味とかありますか？ああ、ほうじ茶とか紅茶とか、まあみんな美味しいけど。他は全部あんこが入ってます。で、生クリームあんこにします。買いに来るの初めてですか？そうなんですよ。今日はこれを求めて。そうです。めっちゃ可愛い。美味しそうほんで。もちもちで。なあもちもち楽しみ。すごいいい匂いやし。僕は本業でデザイン事務所をしてるので、地元のデザインとかを結構してるんで、どうせやるんだったら地域に関わるようなお店がしたいな。どら焼きって言ったら、99% ぐらいみんな赤ん坊以外は知ってるみたいにね。どういうものが想像できるから、なおかつそこにこうクリームとか挟んでこう和洋折衷というか、なんか若い人にも届けられるなっていうところで、地元のお土産にしたかったのでザビエルをキャラクターにして、近くにザビエル公園っていうのがあって、実際ザビエルが堺にやってきたっていうのがあるので、地元を語るっていうところでなんかお土産になるかなと。ありがとうございます。
クリスマスマフィンをこれから、はい。色は天然由来なので、ビーツを使って色を出してます。味の主張は少ないんですよね。分かる方は分かるんですけど、ここにちょっとストロベリーのエッセンスを足してるので、味はストロベリーになっている。近いですね。3色目白をできます。モンブランは中にも一粒入ってて、上にも乗るの大満足な。
名前同じですよね。どういうふうに呼び分けるんですか？下の名前ですね。あ、やっぱ皆さんもそうなんですか？スタッフの方とか。スタッフは役職で呼びますね。ほい。戻り。リンゴのコンポートを、キャラメリゼしてバーナーで少し炙ったものですね。はい。焼き目をつけた後、ちょっと寝かして、はい、専門学校があるので近くに、あと大学もあるので学生の方もちらほらいらっしゃいます。こうお店の前がガラス張りなので皆さん覗いてってください。綺麗に作れるとすごい嬉しいんですけど、見た目が一番こうお客さんが一番最初に見てこう食べたいって思うポイントだと思うので、綺麗なものを作ってそれを何個も再現していくっていうのがやっぱり今すごい難しくてまだまだです。
のってその日の気温とかそういうので結構変わる、やっぱり違いますね。白いですね、色が。白いんです。やっぱりお米なので色は白いままで。そんなに変わらない。半分書いてもいいですか？ここにこれは書いてあるので、もっちりしてるのが可愛いんですよ。おします。この前向いてたから良くないのかなと思って。い
ありがとうございます。ありがとうございます。コーヒーとマフィンの生地、芯の部分があるんですけど、これをコーヒーの液と混ぜて作ってます。お疲れ様です。プランに使っていた。店で作ってるラズベリーのジャムです。赤ちゃんからお年寄りまで、楽しんでいただける体に優しい、パンとスイーツのお店です、とても美味しいのでぜひ遊びに来てください。おお、かわいい。可愛いでしょう。冬の間だけでスノーマンが。これじゃあ冬終わったらスノーマンはいなくなるんですか？そうです。消えます。実家に帰ります。元気で。
ご自由にありがとう。先生マジご自由になんでスフレチーズケーキ作ります。いつもホールで出すんで朝焼いております。めっちゃいい匂い。プルプル。
干ケーキ大きく切りすぎて収まらなくなりました1ミリか2ミリぐらいでかすぎたみたいです。おお、かわいい。かわいいでしょう。冬の間だけでスノーマンが。これじゃあ冬終わったらスノーマンはいなくなるんですか？そうです。消えます。実家に帰ります。元気で。なんかこのいちごくんがみんなすごい好きみたいで、バースデーにもつけてるんですけど。わからんでな。これは安納芋とチョコですね。これ日によって違うんですけど、今日は芋でした。その2つが日によって変わるので。
が濃縮乳って言ってすっごい濃い牛乳ギュッて濃縮したみたいな。これ入れたらねめちゃくちゃミルキーな味になります。とってもだからめちゃくちゃうちのケーキたちにはいっぱい入っているっていう、美味しいんですよ。ですけどいつもなんかプリンって言ったら湯煎焼きのイメージないですか？あります。オーブンで焼いてますみたいな、はいこれは焼かずに寒天で固めるタイプのプリンです。そうですが、地味に食べてたのですね。結構甘くないケーキが多いんで、砂糖全部入れちゃうと総量で甘いんですよ。私はそれが嫌で。
ちょっとドレハロースを混ぜて糖度は保ったままに甘さ控えめみたいな。そうそう。あ、たまに。そう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 。はい、どうぞ。で、それは生地。違いないね。いや、うちも。とにかく4つの材料同量でということをできるだけ基本で作っています。でまだ歯が生え揃ってないちっちゃなお子様から歯が弱くなっちゃったわっていうご高齢者の方までは安心して皆様に食べていただけるようにというのを心がけています。青さのりが混ざりました。
アーモンドの香りもしてコクが出ていきます。レモンのパウダーです。こっち。
次は塩プレーンという普通はプレーンなんですけど、夏だけちょっとお塩が入って、甘さをまろやかにしたタイプのものです。もうお砂糖にお塩が混ぜてあります。前は全然関係のない違う仕事をずっとしていたんですけれども、まあ60歳になったら何か自分でやりたいなと思って、その時にパウンドケーキというものの、同じ形なのにいろんな味ができるというのにちょっと、取りつかれまして、独学で勉強して、60ちょっと過ぎてからお店を開いてきました。ケーキというのはいつも洋菓子屋さんに必ずある、ものなんですけど、どっちかというと端っこの方に各種類2種類あるねっていうのを、要は脇役さん的なものがうちは主役としてケースに並んでいるんですけれども、その時にイメージする色のリボンを巻くことによってガラスケースの中でパウンドケーキが宝石のように輝いてほしいという思いを込めて、たくさんいろんなリボンを巻くことによってカラフルでお客様もちょっと楽しんでいただける。
行ってきますすごい、こんな感じになります。いただきます。ありがとうございます。スイッチオン。これはね、国産栗で、今使ってるのは熊本の栗です。国産栗なんだけども、その時の一番いい状態で提供できるものを選んで作ってます。で、これにちょっとお水を足して柔らかくします。こんな感じになりますね。これを絞りやすいようにグラムを分けていきます。モンブランマシンで絞った時にここに空気が入っていると、その空気でうまく絞れないので、成形をしながら中の空気をしっかり抜いてきます。小さいお団子の人のようにこれが栗のモンブランの元になります。こちらは宇治抹茶のあんこです。よいしょ。これがさっきの栗のお水の代わりに少し絹糸クリームを柔らかくしてくれる効果があって上手に絞れるんですよ。混ざった感じになってきました。抹茶の苦みと栗の奥深い甘みが合わさって最高に美味しいです。でここでまたさっきと同じようにお団子を作っていきます。いつもは一発でできるのにちょっと緊張して全然感じてなかった。はい、贅沢抹茶が出来上がりました。じゃあこれで抹茶がおしまいです。これだけではモンブランを絞るほどの柔らかさとかがないので、ここに紫芋のあんこを追加していきます。すいません。ちょっと柔らかいんでこれが紫芋でございます。いい色。はい。栗のトッピングもね。これは柔らかいのでちょっと小さく切って、うちの干し芋は紅はるか、めちゃくちゃ美味しい。ここガムシロの中にツヤが出るのと
ちょっとくっついちゃうんでこう。今日は欲しいもの食べれませんっていうぐらい食べたね。毎日ね。紫芋も栗もだけど、もう最初に作る時は何日もかけて探したね。これがですね、白あんの大福です。よくお団子っていうと白玉団子と思われる方がいるんですけど、中に白あんが入っていて、全然白玉団子よりも柔らかくて美味しいんですよ。これがうちのお団子の中身です。自動販売機で販売をするので、下にホイップをたっぷり入れないと剥がれちゃうといけないんで、結構ちょっと多めに入れてあります。こんな感じで4つ入れます。はい。ここで作るか。あー、香りが速攻でくる。そうなんですよ。もう絞ると栗の匂いが溢れてくる感じで。はい、こちらが一品紫芋ですね。じゃあ最後に抹茶を作ります。こちらが贅沢抹茶です。はい。はい。こちらに。はい。蓋をして大体30分ぐらいすると送れるようになります。はい。じゃあ次はモンブランアイスを作っていきます。細かいやつです。そう崩れた。そう、今までは正直破棄してたんですけど、冷凍のアイスを作ることによって、大事に使えるようになったという。そうするとこうアイスと絹糸クリームが3層になって、どこを食べても美味しく召し上がっていただける。中に栗が入ってたら嬉しいとか、そういう言葉をいただいて、じゃあ3層にしようっていうことで、これもやっぱりお客様に教えていただいて出来上がった完成形です。ここにこのソフトクリームには秘密があって、あえてあっさりしたものを選んでて、その分他のこう紫芋とか栗の味がよくわかるんですね。毎日作ってますけど、毎日美味しそうだなとか思って結構工程が
たくさんあって大変なんですけど、でもやっぱり皆さんがこう美味しく食べてくれるということを考えながら一個ずつ作ってきます。はい。ソースプレートに入れて、これで30分で完成です。アミューズとして参入したい。今日も最後までよろしく。入れて、じゃあ看板積みに行きます。じゃあ今日はですね、いつもはこのゆうちゃんとはるちゃんのイラストを前に出すんですけども、今日はここを人がいっぱい通るのでこの作戦でいきます。よくない？いいと思います。いいでしょう。出来たてが一番美味しいんですけど、やっぱりお家にいる家族の人に食べさせてあげたいとか、ちょっと今お腹がいっぱいで食べれないっていう時にお持ち帰りも準備してあるので、サンプルでございます。そしてなんとこれは中身はこんな感じになってますって教えてあげれるように。うちのモンブランって説
明しないとわからないでしょ。たこ焼きとか焼きそばとかクレープとかは別に説明しなくてもお客さんはわかるんだけど、うちのモンブランは説明しないとわからない商品だからこそ、わからないところをわかりやすくするように日々努力をしております皆さん話してる。エンジンかけます。今日お客さんがこっちなんで。ああ。いや行ってきますこれでいいかい最高です真ん中は中が白あんの大福のお団子になってるんですよ。これ食べたいと思って嬉しい。広告がポストに入ったんですよ。それで見た時にモンブランがあってどうしても食べたいなと思って来ましたこちらが高級和栗のヒメイトモンブランサンドです。じゃあこちらトッピングして仕上げますね。ありがとうございました。ありがとうございます。えいかわいい。どうもありがとうございました。すぐ召し上がりますか？お持ち帰りされますか？はい、こんな感じになります。お気をつけてお待ちください。ありがとうございます。お二つお持ち帰り。はい。はい、こんな感じになります。トッピングして仕上げますね。岩倉にあるじゃないですか。はい。泊まってるのは知ってて、もともとやってるのかな、どうなんだろうってずーっと気にはなっててね、一回食べてみたいなと思ってて、念願。白あんの大福のお団子があって、レギュラーサイズは中身こんな感じでお団子が4つ入ってます。こちらが高級和栗のキネイトモンブランのミニ団子になります。トッピングして仕上げますね。はい、大変お待たせしました。どうぞ。はい、皆さんの分のスプーンもお持ちくださいね。ありがとうございます。じゃあこれちょっと飲んでみてください。これだなこうだな。
れました。こんな感じになります。いただきます。私の子供の名前がゆうちゃんとはるちゃんで、孫ですわ、私の親子なんで、はい。ありがとうございます。ありがとうございました。ゆうとはるです。よろしく。ありがとうございます。ありがとうございます。32度、3度、4度。カメラ汚さないか心配。大丈夫です。ありがとうございます。お休みの日とかってどうされてるんですか？お休みの日はもう体のメンテナンスで終わっちゃいます。整体してなんかそのバキバキの体を少しでも元に戻すのにもう半日以上唯一続けられたのがヨガだったんで、もうジムもダメだったし、マラソンもウォーキングも一切続かなかったんですけど、
週に1回しか行けてないけど、ヨガだけはずっと続いてるんで。バターサンドのラムレーズン味なんですけど、一応お店では、一番人気のおすすめの商品になってます。
すごくこだわってて、新潟県の佐渡から手作りのバターを取り寄せて佐渡バターっていうんですけど、全て職人さんが手作りでしてるバターらしくて、すごく希少価値があるバターなんですけど、口どけがすごく滑らかで、こうしつこい感じが全くしない、すごく食べやすいふわふわのバタークリームになってます。すごいラムレーズンの香りが。そうですね。結構ラムをたっぷりラム酒結構たっぷり使用しているので。バターサンドは浅草のなんかこうお土産として買ってくれたらいいなと思うものをちょっと考えてた時に思いついたんですけど、やっぱり持ち運びが長時間できて日持ちするもの。
そうですよね。家がこのお店やってたんで、ちょっとバイトを出たんですけど、ケーキ作ったら結構楽しくて。菓子作りはもともと好きだったんですか？いや、全然やったことなかった。やるようになってからちょっと学校にも行き始めたりとか、順番がちょっと順序が逆ではあったんですけど、働きながら行くっていう感じでしたね。週に1回とか。はい。やり直したいぐらい面白いそう。季節によって変わるんですか？そうですね。特に割と好き。シャインマスカットがすっごい多かったんですよ、今年。サバラも人気があって、
レトロなケーキなんでサパラあると喜ばれます。数年前にうちのは生クリーム挟んで生ブッセみたいな。入れちゃいます。ちょっと似合いすぎます。赤すぎんじゃん。
バターサンドのモカを2つと塩キャラメル2つとあとマンゴーもらっていいですか？マンゴー2個あとベイクドチーズケーキを、2つお願いします。今日は何回目ですか？結構来てますね。6、7回来てんじゃないですか。そのお気に入りの一番好きなのが、果物とタルトなんですけど、ちょっと今日は朝早かったからでもチーズケーキも美味しいんで、はい、食べさせてもらってます。バターサンドも結構今バターサンド好きですね。なんか人にお土産で出すときにちょうどいいんで、バターサンド。あと子供の誕生日でよく使わせてもらうんですけど、これうちの子供バナナ好きなんで、チョコとバナナのケーキ美味しいんですよ。あとちょっとその時によって果物をいちごを足してとかも言ったらやってもらえるんで、なんかいろんなオプションつけてくれるんで、すごくいいですね。美味しいです。美味しいです。すごく美味しいです。それとやっぱりさっき言ったこれも美味しいですね。これが今一番のお気に入りですか？これ僕一番好きです。すんごいフルーツ乗ってるんですよ。とても美味しいんで、ぜひぜひね、よかったら食べてみてください。今日なかったですけどありがとうございます。また買いに行きます。ありがとうございます。ありがとうございます。どうも。焼き菓子に力を入れていきたいと思っていて、クッキー缶を今後は出したいと考えています。あとは浅草に観光に来た方に買っていても、これは絶対買っていきたいと思ってもらえるようなお土産を作っていきたいなと考えています。美味しいお菓子を作ってお待ちしております。浅草にお越しの際はぜひ遊びに来てください。甘煮を作ってるんで、それを入れます。
々メニューもラインナップは変えてるんですよ。限定はもちろんその月だけなんで変わるんですけど、定番の方も一応プレーン以外は全部そう入れ替えて。オーブンに入れます。